なんで30億の商談に来なかったのよ。電話の向こうから響く怒声に、俺は思わず受話器を耳から離した。取引先の女社長からの鬼伝だ。申し訳ございません。実は、俺は言葉を選びながら静かに答えた。クビになりまして。は？一瞬の静寂の後、彼女の声が変わった。冗談でしょ？あなたを？その声には明らかな動揺が滲んでいた。いえ、本当です。待って、どういうこと？説明して。俺は深いため息をつく。昨日までの出来事がまるで悪夢のように蘇ってくる。立花部長から前年比 300% のノルマを課されまして、達成できなければ即刻解雇と。はぁ？真鍋社長の声が怒りに震えていた。しかも、その後は全ての活動を制限されて、結局達成できず。ちょっと待って。彼女の声が凍りつくように冷たくなった。今からそちらに行くから。でも私はもう、動かないで。その一言には、並々ならぬ決意が込められていた。絶対に、そこを動かないで。通話が切れた後も、その言葉が耳に残る。胸の中で渦巻いていた暗い感情が少しだけ晴れていくのを感じた。この時はまだ気づいていなかった。この出来事が俺の人生と会社の命運を大きく変えることになるなんて。俺は遠藤智也、桜電機の営業担当だ。今日は取引先である感動工業を訪れ、先月導入した自動組み立て機の稼働状況を確認している。遠藤さん、本当に助かってますよ。組み立て効率が格段に上がりました。工場長の小林さんは満足げにそう言うが、その眉間にはかすかなシワが寄っていた。違和感を覚えた俺は、他にお困りのことはありませんか？と問いかける。すると小林さんは、実は不良品が急増したわけじゃないのに、検査工程がなんだか追いつかなくなってきて、と打ち明ける。詳しく聞けば、組み立てが早くなった分、在庫が前倒しで検査場に集中し、担当者の負担が増しているらしい。そこで、あえて組み立てラインをもう少し制御しつつ、検査を半自動化する仕組みを入れれば、無理なく流れを整えられると提案してみた。すると、小林さんの顔がパッと明るくなり、その発想はなかったです。ぜひ詳しく教えてください。と、目を輝かせてくれる。このように、一見順調そうに見える現場ほど、実は新たな課題が生まれていることも多い。数字だけでは見えない隠れたニーズを引き出すのこそ、俺の営業スタイルの真髄だ。今日も地道に足を運んだ甲斐があったと感じる。遠藤さんみたいな営業マンがもっと増えるといいんですけどね。こうした言葉をかけられるのは地道な努力の結果だと思っている。派手さはないかもしれないが、一つ一つの案件に真摯に向き合う。それが俺の信念だ。おい、遠藤。午後の静かなオフィスに帰社すると、立花部長の怒声が響き渡った。はい。何度も同じ客先に通うんじゃない。無駄な時間を使いやがって。先ほどまでの穏やかな空気が一変する。周囲の同僚たちも息を飲んで様子を見守っていた。部長、あのお客様は生産ラインの改善を検討されていて。言い訳か？営業は契約を取ることが全てだろう。お前の営業スタイルは無駄そのものだ。立花部長の声は次第に大きくなっていく。周りの目も気にせず、露骨な嫌悪感をあらわにしていた。会議室に来い。重苦しい空気の中、俺は部長の後に続いた。遠藤、最近社内で評判がいいようだな。その言葉には明らかな皮肉が込められていた。お前みたいな営業は会社の足を引っ張るだけだ。客と仲良くして一体何が楽しいんだ？立花部長の声が会議室に響き渡る。楽しいわけではなくて、お客様のために。途中まで言いかけたところで、部長が机を叩いて怒鳴り声を上げた。そればっかりだな。数字が足りてないのに、いつまでごっこ遊びしてるつもりだ。営業は結果が全てなんだよ。もっと数をこなせ。成果を出さなきゃ時間の無駄だろうが。部長の形相は凄みを帯びていた。俺は唇を噛み締めながら、ただ黙り込むしかなかった。立花部長の目には、明らかな敵意が浮かんでいる。遠藤、来月からお前のノルマを変更する。来月のノルマは前年比 300% だ。達成できなければ即刻クビ。いいな。部長、
その数字は現実的に。うるさい。できないなら、今すぐやめてもいいんだぞ。立花部長は机を叩きながら怒鳴った。この理不尽な要求は、明らかな嫌がらせがあることは、誰の目にも明らかだった。わかりました。俺は静かに答えるしかなかった。その日から、さらに一生懸命に営業活動を続けた。しかし、立花部長の嫌がらせは止まらない。お前が提出した企画書？却下だ。客先への訪問？認めない。新規開拓の予算？必要ない。どんな提案も却下され、活動が制限される中、俺は懸命に数字を追いかけた。しかし1ヶ月後、140% か。情けない数字だな。立花部長は達成できるはずのない数字を、達成できなかった俺を、まるで見せ物のように扱った。やはりお前には無理だったな。今日限りでやめてもらう。その声には勝ち誇ったような響きがあった。お言葉ですが、俺は静かに、しかし芯の通った声で言った。私は自分の営業スタイルを誇りに思っています。お客様の役に立てることが自分の喜びでした。悔いはありませんし、140% という数字以上のものが得られたと思っています。立花部長の表情が一瞬歪んだ。だからなんだ。お前の営業スタイルなど、この会社には必要ないことがしっかり分かっただろう。これ以上負け惜しみをするな。立花部長の言葉に、俺は深い憤りを感じていた。同時にふと思い出した。先輩から聞いた話が脳裏をよぎる。立花部長の父親は、俺たちの会社の最大の融資先、立花製作所の社長だった。その事実を知ったとき、今までの理不尽な態度を取れる理由が全て繋がった。社内では誰もその事実に触れない。触れられない空気が重たく漂っている。上層部も立花部長の言動を黙認している。結局、この会社の経営陣は世話になっている企業のトップの息子に逆らえないのだ。俺の胸の中で怒りと悔しさが渦を巻いていた。結局、解雇宣言をされた俺は自分のデスクや途中になっていた仕事を片付ける。これまでの記憶が走馬灯のように駆け巡った。取引先との会話、成功した案件、失敗から学んだこと、すべてが今終わろうとしている。その時、携帯が鳴った。画面に表示された名前を見て、俺の心臓が止まりそうになる。取引先である、真鍋工業の社長、真鍋玲香さんからだった。遠藤さん、一体どういうこと？ 30 億円の商談を一方的にキャンセルするなんて。凛とした声に怒りが滲んでいる。俺は言葉を探した。確かに真鍋社長とは大型案件の話を進めていた。新製品開発に関わる重要な商談だったのに。申し訳ございません。実は私、声が震える。今まで一生懸命に築いてきた信頼関係が、こんな形で崩れていくとは。今日付で解雇されることになりました。電話の向こうで一瞬の静寂が流れた。は？冗談でしょ？真鍋社長の声が明らかに変わった。いえ、事実でして。わかったわ。今からそちらに行くから、絶対に会社から出ないでね。でも、もう私は。遠藤さん。真鍋社長は強く言った。あなたの仕事を、私は誰よりも評価しています。すぐに行くから、その場を動かないで。通話が切れた後も、その言葉が耳に残る。胸の中で渦巻いていた暗い感情が少しだけ晴れていく。約20分後、会社のエントランスに真鍋玲香が姿を現した。普段の優雅な雰囲気は影を潜め、凛とした威厳に満ちている。遠藤さんの上司を呼んでいただけますか？受付係は、その迫力に圧倒されながら、急いで内線を回した。おや、玲香さん。いや、真鍋社長。こんなところでお会いできるなんて。立花部長がにやけた表情で現れる。立花部長、遠藤さんを解雇するというのは本当ですか？真鍋社長の声は冷たく響いた。ああ、あいつは落ちこぼれでね。数字も上げられない無能な。30億円の案件を知っていますか？立花部長の表情が一瞬固まる。弊社は遠藤さんを通じて新製品開発に関わる30億円規模の商談を進めていました。なのに一方的なキャンセル。これはどういうことですか？30億？立花部長の顔から血の気が引いていく。御社の社長はこんな大きな案件のある営業マンを
理不尽に解雇しようとしていることをご存知なのかしら？真鍋社長の目には鋭い光が宿っている。いや、それは。少し話し合いましょうか。真鍋社長の声には氷のような冷たさが滲んでいた。応接室に入ると、彼女は一呼吸置いてから口を開いた。立花部長。まず、企業経営の基本をお話しさせていただきます。その声には、これまでにない厳しさが込められていた。企業にとって、最も必要なものは何だと思いますか？立花部長は、居心地の悪そうな表情を浮かべる。利益ですよね。違います。真鍋社長の声が会議室に響き渡る。人材です。特に、お客様との信頼関係を築ける営業マンは、何億円もの設備投資よりも価値がある。彼女は資料を取り出しながら続けた。遠藤さんが弊社を担当してからというもの、打ち合わせの質は上がり、担当社員の士気も上がっています。関係各所の協力も迅速に得られています。真鍋社長の声は次第に強くなっていく。こんな優秀な営業マンをたった1ヶ月の数字だけで判断する。管理職としてこれほど愚かな判断があるでしょうか？立花部長が言い訳しようとするが、真鍋社長は容赦なく続けた。しかも、前年比 300% というノルマ。労働基準監督署に通報されれば、御社の信用は地に落ちます。応接室の空気が一段と重くなる。裁判にすることもできるレベルです。御社が敗訴するのは確実でしょう？真鍋社長は一瞬黙り、立花部長をじっと見つめた。そして最後に、最も重大な問題。その声には、怒りを通り越した冷徹さが宿っていた。30億円の案件を、担当者への相談もなく、一方的にキャンセル。これは背任行為に値します。立花部長が椅子から転げ落ちそうになる。経営判断として、あまりに無謀です。株主代表訴訟の対象にもなり得る。真鍋社長は立ち上がり、窓際まで歩いた。立花部長、あなたは何のために管理職になったのですか？その問いかけには深い失望が込められていた。権力を振りかざすため？部下を苦しめるため？振り返った真鍋社長の目には凄みのある光が宿っていた。私からも一経営者として申し上げます。あなたの行為は上に立つ者として失格です。その言葉に立花部長は完全に言葉を失った。今回の件、このまま公にすれば、御社の信用は地に落ちますが、それは私も望みません。それでは、多くの従業員の方々を不幸にするだけですから。真鍋社長の声には、もはや妥協を許さない強さがあった。部長という立場の者として、従業員を守る義務があることをお忘れなく。その言葉には、深い重みが込められていた。もし、これらの要求を受け入れていただけないのであれば、私どもは、この件を公にせざるを得ません。メディアも、きっと、大きく取り上げることでしょう。完全に追い詰められた立花部長は、深々と頭を下げるしかなかった。申し訳ございませんでした。今日の出来事を、どうか心に刻み、反省してくださいね。こうして、真鍋社長の叱責とともに、俺の解雇は白紙になった。彼女には、頭が上がらない。これから一層、彼女のためにも努力を惜しまないことを決意した。翌日、真鍋工業での30億円規模のプロジェクト打ち合わせが始まった。会議室には重役クラスがずらりと顔を揃え、空気がピンと張り詰めている。俺は桜電機の営業担当として参加し、取締役や開発部のリーダーたちの要望を一つ一つ聞き取っていた。今回のプロジェクトは単なるシステム刷新ではなく、うちの核となる製造工程から販売戦略、アフターサービスまで総合的に変えたいんです。そう切り出したのは真鍋社長だ。彼女の言葉を合図に各部署から様々な意見が飛び交う。新しい検査ラインを導入したいが、コストをどう圧縮するのか。海外展開を狙うなら、まず多言語サポートを強化するべきだ。でも、今まで築いた品質基準をどう維持するのか？誰もが重要な論点を抱えているため、議論が一向にまとまらない。そんな時だった。麗華さんが手で合図をして、みんなを静かにさせた。遠藤さん、どう思います？彼女が俺に視線を向けると、会議室の全員が俺を注視する。
今回の肝は、真鍋工業さんが長年培ってきた品質技術とブランド力を次のステージへどう持っていくか、だと考えています。例えば、検査ラインに新設備を入れる前に、既存ラインの作業者のノウハウをもっと見える化してはいかがでしょうか。職人技と呼べるような微調整を、マニュアルだけでなく、動画やデジタルツールで蓄積して、どのラインでも活かせる形にするんです。開発部長が興味深げにうなずく。なるほど。ただ単に新しい機械を入れるより、今持っている強みを活かすわけか。確かにそれなら、コストだけかけて失敗するリスクは低いかもしれないな。それに加えて、海外向けの対応もご提案したいんです。俺は資料を1枚取り出して続ける。今は国内向け製品が中心ですが、ユーザーマニュアルやウェブサポートを多言語化するだけでも、欧米やアジア圏での認知度は大きく変わります。もちろん、一気にやろうとすると莫大な予算が必要になるので、まずは北米や欧州など狙いたい市場を絞って段階的に拡張していくのがベターです。真鍋工業さんの高品質イメージを世界的に展開するには、品質管理の強化と同時に言語対応やサービス体制の整備が重要かと。俺がそう答えると、会議室内には一瞬の沈黙が落ちた。しかし、その後に聞こえてきたのは否定的な声ではなく、期待混じりのざわめきだった。なんだか実現できそうな気がしてきたな。こういう形でブランド力を海外に持っていければ、確かに魅力的だぞ。すると、レイカさんがスッと立ち上がった。はい、じゃあ、今日の会議はここまで。細かい数字とかスケジュールは、後で遠藤さんを交えて再度検討します。皆さん、お疲れ様でした。大きな会議が終わり、役員たちが部屋を出ていく。すると、レイカさんがこちらを振り向き、少しほっとした顔で微笑んだ。ねえ遠藤さん、ちょっと休憩しよう。あっちにカフェスペースあるから、コーヒーでも飲みながら話せないかな。いいですよ。僕も少し頭を切り替えたいところです。二人で車内のカフェスペースに移動し、ソファーに腰を下ろす。大きな窓からは街の景色が見え、先ほどの緊張感を和らげてくれる。ほんと、遠藤さんがいてくれてよかった。あの大人数の前で自分だけじゃあんなにうまくしきれなかったと思う。いえいえ、社長のまとめ方がうまいからこそ、僕も提案しやすかったんですよ。さすがですね。レイカさんは苦笑しながら首を横に振る。さすがじゃないよ。あれくらいでいっぱいいっぱいなんだから。父が倒れて、私が2代目になった途端、みんな私に完璧にこなして当たり前みたいに期待してくるんだけど、本当は胃が痛くなるし、急に眠れなくなったりもするんだよね。社長業って大変ですよね。しかも、真鍋工業みたいな歴史ある企業なら、なおさらいろんな意見が飛び交うでしょうし。そうなの。意見を取り入れたいのに、誰かのアイデアを採用すれば、別の部署が、うちの話は聞いてくれないのかって言い出す。すごく難しい。彼女は、紙コップを眺めながら小さく息を吐く。会議室では見せなかった弱音を、こうして俺の前ではさらけ出してくれている。でも、不思議と遠藤さんと話すときは気楽なんだよね。私の中にあるモヤモヤを一緒に整理してくれるっていうか。僕は単に、社長が本当に欲しい答えを探すお手伝いをしてるだけですよ。誰かの意見を無視するんじゃなくて、採用する意義や優先度を共有できれば納得してもらいやすくなりますし、そこを丁寧に進めるのが好きなんです。レイカさんはコーヒーを一口飲みながらふっと息を吐く。それがなかなかできる人がいないのよ。みんな目先の数字ばかり気にしてるじゃない。私たちが探していたのは数字だけを追う営業マンじゃなくて、きちんと現場の声をすくい取ってくれる人。あなたのような人よ。その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がじんと熱くなる。ありがとうございます。そう言っていただけると励みになります。俺がそう返すと、彼女は小さく首を振った。遠藤さんこそ、無理しないでね。立花さん、正直私もやりすぎだと思ってる。確かに、彼の父は経済界の大物だけど、それとこれとは別よ。彼女はそう言うと、コーヒーを一口飲んだ。立花部長のお父さんって、そんなにすごい方なんですか？俺が尋ねると、彼女は少し考えるように間を置いてから言葉を継いだ。経済界の重鎮って言えばいいのかな。財界の大物って感じで、あちこちに強い影響力を持ってる。
だから周りも立花さんには逆らいにくいのかもしれないわね。彼女の瞳には怒りとも悔しさとも取れる感情がちらりと浮かんでいる。もし遠藤さんがあのまま追い出されてたら、私たち30億円のプロジェクトを誰に任せばよかったのかしら。想像するだけでゾッとするわ。彼女はそう言ってまた笑みを浮かべる。二人の間に流れる穏やかな時間が先ほどの会議の熱気を嘘のように和らげてくれた。こうして見ていると、やっぱり彼女は気負いすぎてしまっているんだな、と改めて思う。俺にできることは、できる限りのサポートをして、彼女が重荷を少しでも下ろせるようにしてあげること。それが、俺なりの恩返しでもあるのだ。ある日、夕方近くのオフィス。俺は、プロジェクトのことで、レイカさんと電話をしていた。いつも仕事ばかりになっちゃうけど、今度食事でもどう？ちゃんとお礼したくって。思わぬ誘いに、俺は少し戸惑いつつも、ぜひと返事をする。やった。じゃあ、詳しいことはまた後日ね。楽しみにしてるわ。こちらこそ、ありがとうございます。では、失礼します。電話が切れると同時に、背後から声がした。へえ、お前たち随分仲がいいんだな。驚いて振り向くと、そこには立花部長が腕を組んで立っている。もともと、俺にきつく当たる上司ではあったが、その目には明らかな敵意が宿っていた。いえ、仕事の打ち合わせですよ。俺は、できるだけ平静を装うが、先ほどまでの会話を聞かれていたかと思うと、落ち着かない。仕事ね。お前知ってるか？俺と玲香は婚約してるんだよ。え？まるで思考が止まったかのように言葉が出ない。そんな俺の様子を面白がるように、立花部長は唇の端を吊り上げる。正確には言い名付けだ。うちの父親と向こうの親父さんが昔からの仲でな。そんな初耳ですけど。彼は書類を小脇に抱え、ゆっくりと近寄ってくる。その目には勝ち誇ったような色が濃く浮かんでいた。このプロジェクトが片付いたら正式に発表する予定だ。あんまり色気づくんじゃないぞ。あいつは俺のものだからな。立花部長は言い捨ててオフィスを出て行った。残された俺はただ呆然と立ち尽くす。先ほどまでの玲香さんとのやりとりがぐるぐると頭の中を回り続け、混乱は収まらなかった。数日後の夜、俺は玲香さんと二人で高級感漂うレストランにやってきていた。30億円の大型プロジェクトで一緒に奔走しているとはいえ、仕事抜きでこんな場所で食事をするなんて初めてのことだ。薄暗い照明に温かみのある音楽が流れ、テーブルに並ぶカトラリーやグラスまで洗練されている。いつもは自社の社員食堂やファミレスばかりの俺には少し場違いな空気に感じられた。ごめんね、こんなところに呼んじゃって。やっぱり落ち着かない？向かいの席で微笑む玲香さんは会議の時のスーツ姿とは違い、柔らかい素材のワンピースを身にまとっている。その姿にドキッとしてしまうが、慌てて平静を保ちながら首を振った。いえ、とんでもないです。むしろいつもと違う雰囲気で新鮮だなって。あはは、ならよかった。何か美味しそうなメニューでも頼んでみましょうか。彼女がメニューを見せてくれたので、少し相談しながら料理を選ぶ。店員がワインのボトルを勧めてくるので、俺は遠慮気味に、じゃあ軽くグラスで、と応じた。こうして会話を重ねながら注文を済ませると、店員が去った後、ふと玲香さんが顔をほころばせた。いつも仕事ばかりだから、こうしてちゃんとゆっくり話す機会が欲しかったの。遠藤さんって、私が悩みを言い出すと、必ず建設的に解決策を考えてくれるでしょ？だから、つい甘えちゃうんだよね。そんな、僕は何も大したことしていないですよ。全然そんなことない。私にはすごく大きい存在なんだから。彼女の言葉に胸が弾む。だけど、その一方で思い浮かぶのは、立花部長の冷たい笑みと、あの宣言だ。俺たち婚約してるんだ。あの日、オフィスで叩きつけられた言葉が、頭をぐるぐる回っている。食事の前から落ち着きを失っていた理由は、まさにそれだ。少しして料理が運ばれてくると、俺たちは乾杯を交わし、互いに近況を話し合った。プロジェクトの進捗や新しい課題、そして最近の社内事情など、会話自体は弾むのに、心の片隅にはどうしてもあの件が引っかかっている。意を決して静かに切り出してみることにした。玲香さん、
ちょっと気になることがあるんです。どうしたの？立花部長から聞きました。麗華さんと婚約しているって、本当なんですか？それまで穏やかだった彼女の表情が一瞬だけこわばる。だが、次の瞬間には、悟ったような顔で小さくため息をついた。ああ、言われちゃったのね。そう、許嫁ってやつ。うちの父と、あちらの父親が昔からの縁らしくて、私が小さい頃から、いずれお前たちは結婚するかもなって聞かされてた。それをずっと冗談半分に思っていたんだけど、父が倒れて私が社長になったあたりから、話が現実味を帯びてきてて。彼女はフォークを置いて、少し悲しげな瞳でテーブルを見つめる。うちの会社、伝統のある老舗だけど、新規事業を進めるには資金もコネクションも必要。それを強めるには、立花家との関係を確固たるものにすればいいんじゃないかって声もある。周囲の思惑が渦巻いてる感じで、正直私も戸惑ってる。こうして聞いていると、彼女がどれほど大きなプレッシャーの中にいるのかが痛いほど伝わってくる。ということは、麗華さんご自身の意志というより、周りの意向が強いんですか？そうね。昔は同席が合わなきゃ破談になるだろうし、くらいにしか思ってなかった。でも今は会社を背負う立場になったからこそ、反対もできなくて、父の具合も考えると余計にね。彼女はそう言って小さく苦笑いした後、こちらをまっすぐ見つめた。ごめんね。こんな話、遠藤さんを呼び出しておきながら。俺は慌てて首を振る。いえ、そんな。話してくれて嬉しいですよ。大事なことですし。そこで一旦言葉が途切れる。言いたいことは山ほどあるのに、何も口にできないもどかしさ。自分なんかが踏み込んではいけない領域のような気がして、何度も唇を噛んでしまう。やっぱり、俺なんかが、社長令嬢に何を言えるって言うんだ。彼女は俺とは別の世界で生きてるんだ。会社の運命を背負って。頭では理解していても、心がざわついて仕方がない。気づけば、ワインのグラスを持つ手が震えかけていた。遠藤さん？今日はそろそろ失礼しますね。明日も朝早いですし。立ち上がると、彼女は少し寂しそうな顔をしたが、そっか。また明日からよろしくね。と、かすかにうなずいた。会計を済ませて店を出る間も、俺の頭にはずっと、立花部長との言い名付けというキーワードが引っかかったままだ。どんなに麗華さんと気が合っているように思えても、結局、俺と彼女では立場が違う。自分にできるのは、ただ仕事に集中し、少しでも彼女の支えになることだけ。そう言い聞かせて、店を後にするのだった。それから数日後、俺は社内会議で、社長から名前を呼ばれる。遠藤くん、立花部長。突然名前を呼ばれ、俺は思わず背筋を伸ばした。新規の海外プロジェクトを任せたい。具体的には、アメリカのシリコンバレーに本社を置くテック企業との取引です。両社にとって重要な案件になります。プロジェクターに映し出される企業概要。創業5年で急成長を遂げた新興企業。AI 技術を活用した生産管理システムで業界に革新を起こしている会社だ。彼らが開発した最新システムの日本展開について、当社がパートナーとして選ばれました。社長の声には期待が込められていた。決まれば総額約200億円。この案件の成否が当社の将来を左右する可能性もあります。会議室内に小さなざわめきが起こる。それもそのはず。今までの案件とは桁が違う。遠藤くん。はい。真鍋工業での実績を買っての起用です。その言葉に会議室内の視線が俺に集中する。プレッシャーというより、むしろ期待に応えたいという気持ちが強くなる。立花部長。はい。立花部長の声はいつもより低く謙虚だった。部長職の豊富な経験とマネジメント力も必要です。遠藤くんをサポートしてください。承知しました。翌日の夕方、俺は海外プロジェクトに必要な資料をチェックしていると、突然、立花部長が大きな紙袋を抱えてやってきた。遠藤、お前これまとめておけ。翻訳と要約も必要だ。そう言って、デスクに投げ出されたのは、厚みのある英語の技術文書や、契約関連の書類が山積みになったものだった。はい、承知しました。一瞬その量に驚きつつも、俺はすぐに手を動かし始める。もともと、海外情報の調査や翻訳作業は得意分野だし、学生時代に留学経験もある。
むしろ自分の強みを活かせる仕事なら望むところだ。数時間後。部長、こちら翻訳と要点整理を終えました。大事な箇所には付箋を貼ってあります。そう言ってファイルを差し出すと、部長は一瞬息を飲んだように見えた。もうできたのか？あれだけの分量を？驚きや戸惑い、そしてわずかな焦りが混ざった表情。これまでの立花部長からは想像しがたいリアクションだ。はい、英語は得意ですし、もともとアメリカに留学していたので慣れてるんです。今回のテック企業が扱っている AI システムの最新動向も普段から追っていましたから。俺の言葉に部長はしばらく言葉を失っているようだった。資料の山をめくって確認するたびに複雑な顔を見せる。そうか。じゃあ、この内容をプレゼンに活かせば、先方への印象もかなりいいだろうな。やっと口を開いた部長の声には、どこか気をされている様子が滲んでいた。そうですね。今回の AI システムは日本のニーズにもしっかり合いますし、先方にとっても相当魅力的な提案になるはずです。ほぼ確実に好反応を得られると思いますよ。俺が淡々と答えると、部長は一瞬言葉に詰まったように見えたが、すぐにふんと鼻を鳴らし、机の上の資料を乱暴に抱え直す。そうか。じゃあもうお前は行っていいぞ。こっちは俺が仕上げておくからな。ああ、わかりました。何かあれば声をかけてください。部長はそれだけ言い残して足早に席を去った。残された俺はわずかな引っかかりを覚えつつも、今は自分にできることをやるだけだと気持ちを切り替え、ひたすら最終的なデータとプレゼン資料のブラッシュアップに没頭した。そして商談当日を迎えた。おい遠藤。会社に到着した瞬間、立花部長が得意げな表情で声をかけてきた。もう商談は終わったぞ。はい？俺の心臓が止まりそうになる。朝一で行ってきたんだ。さすが俺だな。でも商談は午後からでは。早い方がいいだろ。時間を前倒しにしてもらったんだよ。俺に相談もなく、勝手な行動に開いた口が塞がらない。その時、社長室から怒声が響いた。立花部長、すぐに来なさい。社長の怒声がフロア全体に響く。普段は穏やかな社長のこれほどの怒りを含んだ声を聞くのは初めてだった。部長は明らかに蒼白な顔をして机に散らばった書類を見つめている。社長が指さすのは英文の見積書。というにはあまりにひどい文面。先方の CEO からはこんなずさんな対応は初めてだと激しい抗議があり、社長の元へ直接連絡が入ったという。部長、これは一体どういうことですか？社長の目が氷のように冷たく光る。立花部長は口ごもった末、突然俺を指さす。それは、遠藤が作成した資料で、勝手に送ったのを私が把握できず、監督不行き届きで申し訳ありません。あまりに露骨な責任転嫁に、俺は思わず抗議しかけたが、ここで口論しても、事態は悪化するだけだ。代わりに、拳をぐっと握りしめながら、冷静に社長へ説明を始める。社長、実は私が本来作成したのはこちらのファイルです。全く別の内容で、きちんとした英語で書かれています。そしてこれが先方との正規のメールのやり取りの記録です。スマートフォンと整った書類を提示すると、社長はそれらを急ぎ確認し、すぐに合点がいった様子だ。なるほど。どうやら部長は独断で誤った書類を先に送りつけ、それが先方の不興を買ったということですね。部長はわなわなと唇を震わせているが、ここまで証拠を突きつけられては言い逃れもできない。社長は大きく息を吐いた後、厳しい口調で続ける。先方との取引は我が社の将来を左右する重要案件なんです。にもかかわらず、あなたの勝手な行動と英語力不足、そして部下への責任転嫁、どれも管理職として失格ですよ。部長はすっかり意気消沈し、何も言えなくなっていた。社長は俺に向き直り、すぐに先方に謝罪しに行こう。私も同行する。と告げる。俺は短く、はいと返事をすると、手早く資料をまとめて社長室を出た。だが、いくら俺と社長が詫びに行くとはいえ、先方の CEO の怒りを解くのは容易ではない。そこで、俺は思いついたのが麗華さんだ。真鍋工業は、今回お相手のシリコンバレー企業とも取引がある。うちの会社としても、真鍋工業からも太鼓判をもらっているという形があれば、先方が話を聞いてくれる可能性は高い。突然すみません。麗華さん、実は。
手短に事情を説明すると、彼女はすぐに理解し、先方へ連絡を入れてくれた。もちろんいいわよ。先方からの信頼を失わないように、私からも彼らは誠実に対応してくれるはずって伝えておくわ。ありがとうございます。すごく助かります。彼女の素早いフォローは功を奏し、ほどなく先方から、先の不手際は水に流すから、改めて話をしたいとの連絡を受ける。そんな経緯を報告すると、社長の表情も少しだけ和らいだ。真鍋工業には頭が上がらないな。よし、遠藤くん、行こう。先方にしっかり誠意を示してくるぞ。その日の午後、俺と社長は先方のオフィスを訪れ、英語で丁寧に謝罪を述べた上、改めてきちんとした資料を提示した。相手の質問には、こちらが想定していた回答プランを落ち着いて伝える。技術的な細部から費用対効果まで、あらゆる面で具体的に説明すると、先方の表情が和らいでいくのが分かった。先ほどの書類は大変失礼しました。弊社では遠藤が担当として、誠心誠意やらせていただく所存です。どうか今回の件は水に流していただけると。社長が深々と頭を下げるのを見て、先方の CEO は小さく笑いうなずいた。理解しました。こちらも彼の英語とプレゼンを拝見して、誠実に向き合ってくれると確信しました。これから改めて協議を続けましょう。立花部長が引き起こした混乱にもかかわらず、なんとか前向きな方向で話が進むことが決まった。社長と顔を見合わせ、胸を撫で下ろす。立花部長の件についても、上役の独断行動で、と謝罪し、相手側は今回だけはという条件付きで、不問に付してくれることになった。まさに間一髪のところだった。だが、その陰には、麗華さんの的確なフォローと、社長の素早い判断があったことを痛感する。記者する社内で、社長は深いため息をつきながら、遠藤くん、よくやってくれたよ。助かった。と小さくつぶやいた。会社に戻ると、応接室に見覚えのある人影があった。麗華さんだ。立花部長もさすがに心配そうにして、同じく応接室で待っている。どうでしたか？その声には心配が滲んでいた。なんとか次のステップに進めることができました。真鍋社長のお力添えのおかげです。彼女の表情が安堵の色に変わる。よかった。麗華、私のために助けてくれたのか？立花部長の声には、どこか期待が込められていた。瞬間、真鍋社長の表情が一変する。バカじゃないんですか？大きな声が響く。我慢ができなかったのか、こめかみには青筋が浮かんでいる。あなたはご自身の会社を潰すつもりですか？遠藤さんをクビにしようとして、30億の契約も白紙にした件、全く反省していないの？なんだと？社長が鋭い目を立花部長に向ける。立花部長、それはどういうことだ？私からお話ししますわ。真鍋社長が例の件を説明すると、社長は拳を握りしめて机を叩いた。立花部長、今の話は本当なのか？いえ、そんなことは。立花部長が一生懸命に否定しようとする。言い訳は通用しませんよ。真鍋社長が冷たく言い放つ。証拠もあります。私の社員が立花部長の部下から直接聞いた証言、そして不当なノルマを設定した書類、全部存在しているんですよ。なんてことを。社長の声が震える。君は何のために部長をしているんだ？部下を潰そうとするなどあってはならないことだ。社長の声が応接室に響き渡る。その怒声に立花部長はたじろいだ。しかも30億の案件を白紙に、会社の存続に関わる重大な判断を誰に相談もなく。その時、会議室のドアが突然開いた。応接室の空気が一層重苦しくなったその瞬間、突如としてドアが開き、いかめしい表情の男性が堂々と入ってきた。黒いスーツを身にまとい、その背筋はピンと伸びている。端正な顔立ちだが、その目には冷酷な光が宿っていた。立花部長のお父様。誰かが小さくつぶやく。そう。この男こそが、立花部長の父親であり、立花製作所の社長だ。会社に強い影響力を持ち、融資面でも大きな力を持っているため、ここでは逆らうことはできない人物として知られている。会議室まで聞こえましたよ。息子がとんだご迷惑をかけたようで。冷たい声が部屋に響き渡る。ご迷惑などというレベルではありません。うちの社長が落ち着きを装いながらも強く言い返す。まあいい。
息子がやらかした不始末は、私からもお詫びしますよ。そう言いながら、彼は立花部長に目を向けると、まるでゴミを見るかのような眼差しを向けた。こいつは昔から何をやらせてもダメなんです。すっぱり首にしてやってください。もううちの家に置いておく価値もない。あまりに冷淡な物言いに、全員が息を飲む。立花部長本人でさえ、父さん、そんな、と、狼狽の色を隠せない。それでも父親は、一切表情を変えず、追い打ちをかけるように言い放つ。お前は兄弟の中でも一番の出来損ないだ。せっかく俺の息のかかったこの会社に押し込んでやったのに、のうのうと上役気取りか。だがもういい。お前は家に戻って家政婦でもやっていろ。ここでの居場所はない。その言葉には、憐憫や怒りよりも、ただ切り捨てるという冷たい意志だけが感じられた。ちょっと待ってください。俺は思わず声を張り上げた。遠慮のない立花社長の言葉に、このまま立花部長が一方的に打ち捨てられるのをどうしても見過ごせなかった。確かに立花部長が今回やりすぎたことは事実です。ただ、それだけでクビにするというのはあまりにも乱暴じゃないでしょうか。なんだお前は、この私に説教でもするつもりか。立花社長が鋭い視線を向け、まるで自分の意見に反論する者がいるなど、信じられないとばかりに眉を吊り上げる。しかし、俺は構わず言葉を続けた。いえ、説教なんてとんでもありません。ただ、彼の本来の姿は、まっすぐで誠実なんです。自分が新入社員だった頃は、本当に面倒を見てもらいました。数字を追うだけじゃなく、お客様の笑顔を大事にしろって、誰よりも熱く教えてくれたのが立花部長です。今の俺があるのは、その言葉を信じてきたからなんです。だから、もう一度チャンスを。偉そうに言うじゃないか。お前は知らないのか。こいつの悪行は今回だけではない。こいつは昔から甘い。人の気持ちだのなんだの。そういう曖昧なことばっかり気にしやがって。この世は数字が全てだろうが。冷たい声が響き渡る。俺はぐっと拳を握って言い返す。自分は、そうは思いません。数字は確かに大切です。利益を出さなければ、企業は立ち行きませんし、厳しい競争を勝ち抜くのも簡単じゃない。ですが、それは人の気持ちを切り捨ててまで得るべきものなんでしょうか。社員が誰もやる気を持たず、お客様の笑顔も考えず、ただ数字だけを追いかける会社が長く続くとは思えません。むしろ、人の思いや情熱があってこそ、高い目標に向かって頑張れるはずです。言いながら、俺は強く拳を握りしめる。立花部長だって、本来は人の笑顔を大切にする人でした。お客様を喜ばせることを最優先にしろと教えてくれたんです。そういう姿勢があったから、社員も奮起し、大きな案件を成功させてきたんじゃないかって思うんです。数字が全てとおっしゃるなら、その数字を生み出すのは誰の力なのか、今一度考えていただきたい。人の意欲と気持ちをないがしろにした会社が、一体どれほどの成果を上げられるというんでしょう。息をつく間もなく、一気に言い切ってから、俺は立花社長をまっすぐ見据えた。その一言に、立花社長が眉を潜める。へえ、お前ずいぶん偉そうだな。気に入った。名前は遠藤智也です。そうか、遠藤智也。ではお前はクビだ。どういうことですか？立花社長は余裕たっぷりに薄笑いを浮かべる。わからないのか？会社の人間としてお前を排除するのなんて簡単だ。私の影響力を舐めるなよ。その言葉に応接室の空気が一段と張り詰めていく。まさか自分がこんな形で窮地に陥るなど想像もしなかった。だがその瞬間、社長が一歩前へと踏み出すように立ち上がった。立花社長、それはできかねますな。低く抑えた声だったが、その眼差しははっきりと反論の意思を示している。何？立花社長が鋭く睨むと、我が社の社長はまっすぐ彼の視線を受け止めた。遠藤君は当社にとって極めて重要な人材です。彼をクビになどできません。部屋の中の誰もが息を潜める中、俺は思わず胸が熱くなった。立花社長は眉間に深いシワを寄せ、鋭い視線を投げかける。なるほど。つまりうちからの融資がなくても記者はやっていけるというのか。その問いに我が社の社長は一瞬もためらわずうなずいた。ええ、そうです。実は遠藤君が中心となって
先ほど200億円規模の新たな商談をまとめてきましてね。もちろんまだ契約前の段階ではありますが、これがうまくいけば、すでに社内で進行中の海外案件と合わせて、資金面は十分に補える計画なんですよ。我が社の社長が自信に満ちた表情でそう告げると、立花社長の顔がわずかに曇った。そして、麗華さんも口添えする。うちの真鍋工業でも30億の商談を同時に進行中です。もちろん、遠藤さんがいてくれたおかげで順調に進んでいます。彼がこの会社にいる限り、私たちもずっとお付き合いしていくつもりですよ。すると、立花社長が苛立たしそうに顔をしかめた。はっはっは、面白い。私に逆らって生き残ってきた奴はいないんだがな。思い知らせてやるさ。その言葉を受け、今まで沈黙していた立花部長が、意を決したように前へ進み出た。父さん、だったら俺だって、もう黙っていられない。父さんが今までどれだけ汚い手を使ってきたか、ここで全部公表したらどうなると思う？立花社長の表情が瞬時にこわばる。何よ、この出来損ないが。確かに父さんはすごい人だと思ったこともある。でもそのやり方を尊敬したことは一度もなかった。周囲を脅し、踏みにじり、力でねじ伏せるだけ。部長は悔しさに唇を噛みながら、しかしまっすぐに父親を見据える。ここで一からやり直したいんだ。部長としてだけじゃなく、一人の人間として。だから父さんの助けはもう借りない。自分の力でやってみせる。貴様！立花社長は怒りに震えながらも、周囲の視線が自分へと集中していることを悟ったのか、一瞬言葉を失う。やがて小さく舌打ちし、背を向けた。好きにすればいいさ。だが後悔しても知らんぞ。そう言い放つと、立花社長は乱暴にドアを開けて、応接室を出て行った。残された空気には、張り詰めていた緊張が溶けていくような静寂が訪れる。翌週、立花社長は予告通り、うちへの融資を打ち切った。だが、同時に、真鍋工業をはじめとする新たな取引先との契約が立て続けに決まり、うちの業績はむしろ上向きになっていく。一方、うちの融資打ち切りが周囲の企業へ知れ渡ると、立花社長の長年の力任せな手法に異を唱える関係者が次々と声を上げ始めた。その結果、立花製作所は大きく減益へと陥り、かつて経済界の重鎮とまで呼ばれた立花社長は、一気に転落の道をたどることになった。俺の会社はというと、立花部長は会社へのトラブルの責任を取る形で降格処分となった。それでも、これまで培った経験と自分を見失いかけた後悔を糧に、彼は初心に立ち返って地道に営業活動に励んでいる。そんなある日の定時後、オフィスに残っていた俺が書類を整理していると、立花さんが書類の束を抱えて声をかけてきた。遠藤、手伝ってくれないか？新規案件の資料、もう一度まとめ直したくてな。はい、すぐ行きます。そう返事をして立ち上がろうとしたとき、彼はふと息をついて、改まったようにこちらを見つめた。なあ、遠藤。何でしょう？ありがとうな。先日あんな風に俺をかばってくれて、本当に救われたよ。その言葉に、俺は苦笑いしながら首を横に振る。気にしないでください。もう過ぎたことですし。彼は少し黙った後、苦々しそうに続けた。俺が昔、お前にひどい態度をとっていたのは、焦りからだった。父の期待もあって、どうしても結果を出さなきゃって思うほど、周りが見えなくなってしまって。それでも仕事はうまくいかないし、後輩に先を越されるんじゃないかって、勝手にイライラしてたんだ。本当に悪かったと思ってる。懸命に自責の言葉を吐き出す姿は、かつて俺が憧れた誠実で面倒見のいい上司の姿と重なる。俺は心から安堵するように微笑んだ。もう大丈夫ですよ。立花さんがこうして素直に話してくれるなら、また新しいスタートが切れます。今は一緒に目の前の案件を成功させましょう。そうだな。一歩ずつ取り返していくよ。彼はうなずいた後、少しためらいながら控えめに言葉を続けた。それから、麗華さんのことなんだが、お前なら彼女を支えられるんじゃないかって思うんだ。一瞬、喉の奥が詰まるような感覚に襲われる。だって、立花さんは、許嫁なんじゃ。もうそんな話はなしだ。俺は父の力を利用して自分を守ろうとしていたに過ぎない。あんな状態じゃ、
昔の俺でも麗華さんに釣り合うはずがなかった。そもそも本当に彼女を思いやったことがあったのかって考えると情けなくなるよ。そう言って、かつての部長はわずかに笑った。そこには悔しさだけでなく、どこか吹っ切れたような清々しさも滲んでいる。今の俺に言えるのはこれだけだ。彼女のこと頼む。あんなにまっすぐで優秀な女性を父の都合なんかで縛ってしまうのはもったいない。お前とならいい関係を築けると思う。俺は静かに息をついてから決意を込めて答える。ありがとうございます。お言葉嬉しいです。でも、彼女の気持ちがどうなのか、まだ僕には。すると、橘は呆れたように眉を下げ、口を大きく開いてみせる。はあ？お前って仕事以外は本当にポンコツだな。お前、あんなにわかりやすいのに気づかないのかよ。ちょっと待ってくださいよ。急に何ですかその言い方。俺は思わず大声を上げたが、彼はすでにニヤニヤしながら書類を抱えて席を立っていた。いいから、お前はさっさと行動しろ。そうじゃないと、仕事も恋も両立なんかできないぞ。からかうように言い残し、橘さんは背を向ける。その姿はどこか楽しそうで、まるで厄介な弟をいじっている兄のようにも見えた。その夜、麗華さんとの打ち合わせを終えた後、軽く飲みに行こうという彼女の誘いを受けることになった。やってきたのは、オフィス街から少し離れたおしゃれなバー。俺が隣の席に腰掛けると、バーテンダーがすかさずメニューを差し出す。そういえば、あの200億円の案件、ついにまとまりそうなんだって。おめでとう。彼女は嬉しそうに俺の方を向いた。ありがとうございます。やっと先方と細かい条件がすり合わせできたんです。まだ正式サインはこれからですが、これでほぼ確定かと。遠藤さんって本当にすごいわね。あちこちの大きな案件を成功させてるんだもの。いや、皆さんのおかげですよ。俺は照れ隠しに苦笑いを浮かべるが、胸の内では今こそ聞きたいことがあるとそわそわしていた。資料の作成やプレゼン以上に、この質問には何とも言えない緊張が伴う。どうしたの？なんだか落ち着きがないわよ。麗華さんが、怪訝そうに首をかしげる。言葉を詰まらせながら思い切って尋ねてみる。麗華さんって今、好きな人とかいるんですか？その瞬間、彼女の動きが一瞬止まる。薄暗い照明の中で、ウイスキーグラスを持つ手がわずかに揺れているのがわかる。やがて彼女は、口元に笑みを浮かべて、ゆっくりとグラスを置いた。私ね、こんなに自分からアピールすることしてるの、生まれて初めてだと思うの。彼女の言葉に、胸の奥がドキリとする。先ほどまでクールに見えた瞳が、どこか潤んでいるようにも感じられる。もし、今まであなたに何も伝わってなかったとしたら、私結構ショックよ。ほんの一拍の沈黙。いつもの堂々とした社長の雰囲気が消え、彼女の瞳には、一人の女性としての戸惑いと、少しの期待が滲んでいるように見えた。僕は、言葉を紡げずにいると、彼女は小さく吹き出し、グラスを置いて身を乗り出してきた。ほら、もっと自然に話してよ。あなたが不安になるなら、私も勇気出して言うわ。あなたのことが好き。こう言えばわかるでしょ？瞬間、心臓が大きく跳ねる。まさか、こんなにはっきりと言われるとは思っていなかった。レイカさん。私、本当は仕事ばかりでそういう余裕がなかったはずなんだけど、不思議と、あなたと話してると、もっといろんなことを知ってほしいって思うの。彼女は嬉しそうに笑うと、手を伸ばして軽く、俺の指先に触れる。その仕草だけで、体温が上がっていくのを感じ、店内の空気が甘く、彩られたように思えた。人は、誠実さで道を切り開ける。真摯に向き合えば、必ず誰かの心に届く。そして、本当の思いは、必ず相手に伝わる。窓の外では、街が夜の明かりに包まれ始めていた。新しい物語の始まりを祝福するかのように。